皆さんこんにちは、時丸です。今日はこの画角で失礼します。今日はなぜビボベアフットか、私の靴の選び方について紹介していきたいと思います。ビボベアフットについては過去に3本ぐらい動画上げてますので、どのような経緯で履いてるかっていうのがわかりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、ということで、私が今持ってるのがこの2足です。で、結論言いますと、結論言いますとね、ビボベアフット買い替えです。買い替えました。ということで、このね、いつも冊子が入ってるんですけどね、ちょっと開けていきます。中イエローなんだ。知らなかった。はい、ということで、結局ね、同じものを買い替えました。はい、プライマストレイルニットというモデルです。こんな感じです。まずざっくり紹介します。今回ガムソールでちょっと派手ですね。でも結構土とかそういう汚れが逆にこっちの方が目立たないっていうところはあったりします。で、若干グレーがかった感じになってますね。はい。ということで結局同じものを買い替えてます。で、買い替えた理由はこちらの古い、プライマストレイルニットがもう限界に達したっていうことです。で、過去の動画でも何回か紹介してるんですけど、このですね、まずトゥーチップ部分が割れてますよね。で、この辺にもダメージがあったりとか、で、ソールの減りもですね、このグレーの部分が見えてますね。ちょっと汚いんですけども。あと、かかとも結構減ってます。で、正直、まだ履けなくはない。ギリギリ。こういうのが気になる方は多分無理だと思うんですけど、完全にその穴が開いてるわけでもないし、この辺が壊れてるわけでもないので、履けなくはないんですよね。ただもう、そろそろ寿命だろうなっていうところで、やっぱりダメージがあったり、ソールが減りすぎてる靴を履くのは足にもあまり良くないので、なので、今回買い替えてます。一応最初にですね、ベアフットシューズ知らない方のために、ベアフットシューズとは何ぞやっていう話からちょっと簡単にしときたいと思うんですけど、ベアフットっていうのは、つまり裸足っていう意味ですね。で、ベアフットでありながらシューズっていうのはちょっとおかしな、組み合わせだと思うんですけど、つまりその裸足に近い感覚を得られるシューズがベアフットシューズと言われています。で、特徴としては、このソール部分ですね、足のこのソール部分がものすごく薄いと。で、これで言うと5ミリとかなんですよ、この中のソール部分が。なので普通のスニーカーに比べてクッションがほぼないような状態なので、足にダイレクトに、響きます。で、こんな感じでね、こう柔らかい、もうこの靴自体がぐにゃっと曲がってしまうぐらい、ソールが薄い作りになっています。で、もっと薄いね、モデルもあったりするんですけど、これは一応そのプライマストレイルといって、山用ですね。山に対応できるようなモデルなので、若干は分厚くはなってるんですけど、それにしても他のスニーカーに比べて随分薄いと。で、それからもう一つの特徴っていうのがゼロドロップっていう風な、話があって、で、このね、高さが均一だっていうことです。で、よく大体他のスニーカーっていうのは、かかと部分が高くなっていて、つま先に向けて、こう角度がついて下がっているんですけど、それが、高さが同じ、フラットになっている。それがゼロドロップという仕様ですね。それがベアフットシューズの特徴です。ベアフットシューズを使うメリットとしては、やっぱりその足の使い方がものすごく、良くなるっていうか、簡単に言うと、その人間の足、もともと裸足で人って生活していたわけで、で、足にはものすごく多くの関節、骨、腱みたいなものがあります。
で、ものすごく複雑に、足っていうものは作られていて、最近その足を守るための現代的なスニーカーが人間の足の機能を損なわせてるっていうね、そういう考え方があったりして、で、このベアフットシューズを使うことによって本来の足の力みたいなもの、そういうものを取り戻せるっていうね、話。そういう思想みたいなもんですね。で、逆にその急に使って、ベアフットシューズを使って、履いていくと足に悪かったりとか、逆に怪我をしたりとか、そういうことにもなります。だからこれは本当に結構そのストイックというか、トレーニングが必要なんですよね。で、僕自身ももう始めたのが2020年ぐらい、ちょうどコロナ禍の時期で、で、最初、サンダルから入ってます。ベアフットサンダルっていう、ゼロシューズっていうメーカーがあるんですけど、それはですね、サンダルでものすごくペラッペラの、それも5ミリぐらいなんですけど、もうそれから履き始めて、で、サンダル生活をずっとしていて、で、サンダルってやっぱりちょっと冬場が使えないので、寒いので、なのでちょっと冬場もなんか、ベアフット感覚でいたいなっていう風な気持ちが出てきて、で、それから、ビボベアフットに出会いまして、で、ベアフットシューズを履くようになりました。で、もう一年中ですね、これ一足だけで基本的には行ってましたね。で、このね、黒いモデルも、2代目です。なので、今回新しい、ものは3代目になるんですけど、結構ね、耐久性がちょっと問題あるところがあって、その一番最初のものも、やっぱり1年ちょっとぐらいだったんですよね。で、僕の場合は、履いてるシューズがそもそも数が少ないので、だからダメージが大きいっていうのはあります。一つ。持ってないのでね、靴を。で、摩耗していくと。で、さらに、ベアフットシューズっていうのはさっき、お話ししたように、そもそも、このペラペラに作られているので、他のスニーカーに比べて、やっぱりその曲がる部分とかが多かったりするので、若干耐久性が弱い。これはもう構造的な問題で仕方がないのかなと思ってます。その中でもこのビボベアフットというのはかなり高品質な作りをしていて、本当に心地よさと、その丈夫さのバランスがものすごく優れているなと、今では思うんですけど、とにかく今、この3代目、JSOUL BROTHERS じゃないけども、3代目になったっていうことです。で、なぜ、この2足で行ってるか。僕は一番最初は、そのサンダルとですね、ベアフットシューズの2足で行ってた。つまり靴は1足で、生きてました。1足しか持っていなかったです。それは結構そのミニマリズム的な観点でいうところもあったんですけど、なんか本当に万能なシューズを探していて、で、万能なシューズっていうのは、自分の活動に全て耐えうることができるシューズっていうのを探してました。で、それはランニングと登山ですね。そして日常。その全てを一足で兼ねることができれば、自分は靴一足で暮らすことができると。で、そういう実験をですね、割とその馬鹿げた実験なんですけど、2020年からずっとやってきたわけです。で、過去に動画上げてるように、これで、アルプス登ったりとか、あるいはランニングのレースに出たりとか、しながら、で、ある程度ね、もうあらゆることがもうこれでできるようになったんですよ。1年半、2年ぐらいかかったんですけど、今もうランニングもほとんどこれでやってます。はい。で、僕もそんなに5キロぐらいしかそんな長距離走らないので、だいたい5キロぐらいの、簡単なジョグなんですけど、このベアフットシューズで走ることがものすごく心地よくて最近は。で、足の怪我も全くなくて、で、むしろ普通のランニングシューズを履いていた時よりも、膝へのダメージが軽減されているなと思います。で、それは、一つはフォアフットの着地になっているからです。フォアフットの着地っていうのは、ベアフットシューズっていうのはどうしても、このゼロドロップでこっちの高さが同じなので、かかとから行くと痛いんですよね。クッションがないので。なので、前から、自然とですね、ベアフットシューズを使うと、フォアフットといって、前から着地するような形に矯正されます。歩き方とか走り方が、フォアフットに矯正されていきます。で、一番最初はものすごくそれがきついです。で、筋肉痛になるし、で、関節がちょっと痛めたりとかする人もいるでしょう。だから本当に徐々にやっていくことがポイントなんですけど、
慣れてくるとですね、フォアフットで着地できるようになるので、その分筋肉とか関節を使って走ることができるようになるので、膝の負担が軽減されます。で、これはクリストファー・マクドゥーガルっていう、確かそういう名前だったと思うんですけど、Born to Run かな。そういう本がありますよね。それも走る民族のタラウマラ族っていう人たちがいるんですけど、その方々もベアフットサンダルで長距離のレースを走るような人たちです。で、そういう人たちの足の動きとか骨格とか走り方とかを研究した研究があって、で、それやっぱりフォアフットで着地しているから膝へのクッションをなるべく和らげて、早く、楽に走ることができるっていうね。で、その原理をこれでも得ることができるわけです。で、かなり、トレーニングは必要なんですけど、むしろ一度走り方とかを身につけてしまえば、なんかこれで走ることが本当に快適になるし、気持ちよく快感になるんですよね。なので私は、山を走ることはほとんどないんですけど、トレランはほとんどしないんですけど、ただそのトレイルっぽいところを、平地ですね。平地のトレイルを走るんですけど、そういう時はもうこれで走ってます。ものすごく気持ちがいいです。はい、ベアフットについてはそんな感じですね。で、この二足で、二足というかまずその一つで、ずっと暮らしていて、で、このブルックスっていうのは、私そのベアフット生活に入る前にずっと使っていたシューズです。で、その時はランニングシューズ専用として、ランニングする時だけに履いていました。で、ビボベアフットをしばらくですね、これ2代目なんですけど、1代目、2代目と、3年ぐらい履く中で、やっぱりどうしても耐久性が気になってきて、で、やっぱり1年ちょっとしか持たないんで、やっぱりちょっとコスト的に難しいなっていう思いが、ちょっと買い替えの頻度が短いなっていうのがあって、じゃあ、ブルックスを買うことによって、それでちょっとこう、摩耗をですね、ちょっと分散できないかっていうことを考えるようになりました。それで、このブルックスを入れたわけです。で、このブルックスというのは、これも素晴らしい、ランニングシューズメーカーなんですけど、普通にこれくらいの分厚さ、クッションがありますよね。結構厚いです。で、ちょっとトレイル走ってるんでこれ汚いんですけど、こんな感じで、割と分厚いんですよね。ただ、結構そのトゥーボックスっていうのかな、このね、割とここが狭くないんですよ。なので、結構ね、親指がそんなにこう窮屈じゃないっていうか、だからそういうのもあって自分の足に結構フィットしているなっていう思いがあって割と好きなシューズです。で、これもトレイルランニング対応なので、これで山も行けるし、普通のロードも行ける。で、日常も履けるっていう感じで、ものすごくいいシューズ。で、かつ、丈夫なんですよ。で、ブルックスのシューズ昔履いてた時に、もうソールがね、いくら走ってもなかなか減らないんですよね。これ結構不思議で、で、これ最近のモデルはちょっとどうかわかんないんですけど、なかなか減らないと。で、結構丈夫です。で、今、この辺にダメージはちょっとあるんですけど、この辺ですね。それでもこれもまだ半年ぐらいかな。半年ぐらい、履き込んでる感じなんですけど、でもそんなもんで、なかなかその丈夫であると。だから、このブルックスを履きながら、こっちの寿命をですね、ちょっとなんとかごまかしてやってきたわけです。ただどうしてもブルックスは普通のシューズなので、そのベアフット感覚は得られないと。で、やっぱり暮らしていく中で自分はそのベアフット感覚が大事なんだなっていうことに気づいて、自分にとっては。だから本当は、このビボベアフットを処分して、で、これ一足で生きようかなとも思ってたんですよね。ただやっぱり、これで走るたびに、やっぱり自分にとってはベアフット感覚が大事っていうことに思い当たって、で、それだったら、二つの寿命をですね、ちょっと伸ばしながら、ブルックスも使いながら、ビボベアフットも使いつつ、で、摩耗をなるべく少なくして、長持ちさせていった方がいいんじゃないかなっていう、そういう結論に至ったわけです。で、僕がよく話している、エクストリームミニマリストのね、クレイグは、彼は一足でやってました。で、彼はメレルという、これもアメリカのブランドかな、のウォーキングシューズをよく履いてたんですけど、3ヶ月に1回は買い替えてましたね。で、そんな感じになってくるので、やっぱりコストもかかるし環境にも良くないので、
やっぱなんとなく2足ぐらい持って、同じバランスでやっていくっていうのがいいのかなっていう風な感じの結論に最近は至ってます。ただね、結果的にはもう一つでいけるので、その場合は僕はもうビボベアフットだけで、ベアフットシューズだけで生きられるなっていうのはありますね。で、また結局この同じものを、モデルを買ってるわけですけど、やっぱり自分の、活動と足に合っているなっていうのが一つあります。で、もう一つ最近ここ2年ぐらいで自分の中にヨガが入ってきたところも大きくて、で、やっぱりヨガっていうのは基本的にマットの上で裸足で行うものなので、これは結構裸足でいられるような足の自然さなんですよね、使い方が。だから街中にいても結構地面のゴツゴツした感じとかを裸足で感じてるような感覚が味わえるので、だからヨガを行う上でもですね、裸足感覚っていうのを、裸足感覚のまま日常を生きることができるっていうのが、このベアフットシューズのいいところかなと思います。そういう理由もあって、やっぱりね、ベアフットシューズが結局いいかなっていうところで、このビボベアフットをまた購入したというわけです。で、こっちが古くなったので結局、ワンインワンアウトで、ワンインして、こっちはワンアウトするつもりです。なんかね、名残惜しいというかね、なかなか捨てるタイミングがね、難しいというか、これもう去年の時点で、もう割とね、ダメージ来てたんですよ。去年の秋ぐらいに、多分チャンネル前から見てくださってる人は、僕がね、もうそろそろこれダメですって言ってる話を聞いたことがあると思うんですけど、そっからですね、でもね、まだね、2、3ヶ月持ったんですよね。だからね、これもね、まだ履けなくはないし、ちょっと汚れた環境とか、雨の日とかにまだまだ使えるなっても思ってるんで、なかなかね、処分のタイミングが見当たらないんですけど、でもやっぱりソールが減ってきていて、ちょっと滑ったりはするので、こっちに入れ替えていきたいなと思ってます。ワンインワンアウトしていきたいと思ってます。で、これ実は中のね、ソールが外れるんですよ。で、このインソールを外すことによって、さらにね、この素足感覚で履くことができます。だから、こうなると余計にね、もう地面感覚っていうかね、薄くなるんですよ。だからこれで履くのもね、結構気持ちいいですね。だから慣れてきたら、最初は多分足が痛いと思うので、徐々にトレーニングしながら、このインソールなしっていうね、使い方もできるので、そうなると余計により自然と近くなるような感覚を得ることができると思います。で、結構ベアフットシューズに関しては賛否両論あって、やっぱり怪我しやすいとかっていうのはあるんですけど、きちんとですね、トレーニングしながら徐々に慣らしていけば、その問題はなくなるのかなと、自分はこれまで5年間実験してきて思ってます。で、少しでもやっぱり痛みを感じたら使うのをやめるっていうことが最初は大事かなと思います。で、徐々に本当に慣らしていくと。で、そうすることによって本当にトレーニングになって足の使い方が変わってきて、で、あるね、タイミングを超えると、1年ぐらいで、割と僕はもう走れるようになってたんですけど、とにかく徐々に慣らしながら履き続けることによって自分の足の使い方とか足の筋肉の感じとか関節が変わっていくので、そこは結構面白いシューズですね。で、これよく商業的な話で言われるのが本当にね、この履き心地っていうか、素足感覚が良すぎて、本当にこれしか履けなくなっちゃうんですよね。それがちょっとね、問題というか悩みではあります。だから本当にずっとビボベアフットのシューズを買い続けるっていうか、もうそういう感じになってきてるので、もうこれ3代目で、僕一つのシューズをむちゃむちゃ履くことってこれまでにそんななかったんですよ。唯一あるとすれば、コンバースのチャックテーラーですね。コンバースのチャックテーラーは昔からずっと履いてて、あれはもう何度リピートしたかわかんないぐらいの、自分の中の定番のシューズにはなってたんですけど、最近、チャックテーラー的な位置づけで自分の中でこのビボがですね、完全に根を張ってる感じがしていて、このサイクルから逃れられないなっていうことになってます。で、そうだ、今思い出したんですけど、昔これ紹介した時に、靴の話した時に、ムーンスターの旅シューズかな
だったっけ、ムーンスターのベアフットシューズみたいなのがあるっていうのを、教えてくださった方がいて、僕ね、それもね、履きました。ムーンスターの、あれも試しました。でもね、やっぱりね、ソールが分厚すぎましたね、自分にとっては。このやっぱり3ミリ。で、このラグベース3ミリで、このラグが2.5ミリっていうのかな。だいたい5.5ミリぐらいの厚さが、ものすごくいいのと、やっぱりね、全然その素材感とか違うんですよね、履き心地がね。だからこれに慣れてしまうと、ちょっとなんかこう他のシューズが履けなくなってくるっていうか、まあそれくらいの心地よさがあるので、そこがちょっと自分の中でなんか問題かなっていうところはあるんですけど、ただね、面白いことに、やっぱりこのフォアフットでの走り方とか歩き方に慣れると、こっちのね、通常のランニングシューズでも割とフォアな走り方になるんですよ。だから、昨日これで走ったんですけど、やっぱりね、こうフォアのね、走り方にね、これでもなるんですよね。だから今もうそういう風に走り方自体が変わってきていて、だからそれはなんかすごく効果が出てることだなと思います。はい。ということで、今日はビボベアフットについて久々に話してきました。シューズ使ってる方、どういうモデルを使っているかとかね、コメントあればぜひ書き込んでください。買い物チャレンジに関して言えば、これ3月で買ってしまってるので、またね、3月失敗ってことになるんですけど、ただ物の総数は減りません。これインして古いのを手放していくってことで、やっていきたいと思ってます。はい、ということで結局ビボベアフット買ってしまったっていうところで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。